帰る場所は、もう、どこにもなかった。60年、一度も帰らなかった。父は、ただ、待っていた。ご飯、温めて待っとったよ。その一行の意味とは。そのおじいさんが最後に残した言葉は、たった一行でした。死ぬのは、故郷に帰ることだった。緑った病室にいた人たちは、その言葉の意味が、しばらくわからなかったそうです。その方は、生まれた土地に、60年以上、一度も帰っていませんでした。帰るあてなど、どこにもなかったのです。生家は遠に人でにわたり、山も畑も他人のものになり、村そのものがダムの底に沈んでいました。帰る場所を持たない人が最後の息で帰ることだったと言い残したのです。その方の名前は谷口真一さん。91歳でした。亡くなる3日前に一度心臓が止まったそうです。時間にして14分ほどのことでした。処置の後、目を覚ました真一さんは、それまでとは別人のように、静かな顔をしていたといいます。痛みを訴えることも、看護の人に強い言葉をぶつけることも、その日を境に、パタリとなくなりました。そして真一さんは、その14分の間に見たものを、少しずつ思い出すように話し始めたのです。これは、その方が最後の3日間に語ったという話をもとに再構成した物語です。少しの間、手を止めて聞いていただけたらと思います。真一さんが生まれたのは山と山に挟まれた細長い谷の村でした。家は17軒。谷の底を澄んだ川が流れていました。田んぼは川べりのわずかな平地にしか作れませんから、あとは山の斜面を切り開いた段々の畑と、炭を焼くための山仕事が、暮らしのすべてでした。真一さんは、5人兄弟の3番目でした。父親は無口な人で、朝早くから山に入り、日が落ちてから戻ってきました。母親は、夜遅くまで、いろりのそばで縫い物をしていました。子供の頃の記憶といえば、いろりの日の色と、母親の手の動く音、それから、天井から下がった鍋の、ゆらゆら揺れる影だったと、真一さんは言っていたそうです。貧しい村でした。米は年に何度かしか口に入らず、普段は、泡や冷えを混ぜたものを食べていました。冬になれば雪で道が塞がり、春まで谷の外に出られません。学校は川沿いを1時間歩いた先にありました。雨の日は川が増水していけないこともありました。それでも、真一さんは、その谷が世界のすべてだと思っていました。夏になれば川で泳ぎ、秋になれば山で栗を拾い、冬は兄と一緒に雪の上に罠をかけました。父親が炭を焼く小屋に行けば、暗い中で火の番をしている背中がありました。母親のところに戻れば、必ず何か食べるものが出てきました。その谷を出たのは15の春でした。家の田畑では5人の子供を食べさせていくことができませんでした。長男は家に残ります。次男は町の店に出されました。そして3番目の真一さんは、遠い都会の工場に集団で送り出される仲間の中に入れられたのです。出る日の朝、母親は握り飯を3つ、竹の皮に包んで持たせてくれました。塩を効かせた大きな握り飯でした。父親は何も言いませんでした。ただ、村の外れの橋のたもとまでついてきて、そこで足を止め、真一さんの肩を一度だけ強く叩いたそうです。真一さんは振り返らずに歩きました。振り返れば、
泣いてしまうと思ったからです。だから、橋を渡った後、父親と母親がいつまでそこに立っていたのか、新一さんは知りません。それを91歳になるまで悔いていたと言います。都会に出た新一さんは、鉄を削る工場に入りました。朝は暗いうちから始まり、夜も遅くまで機械の音が続きました。寮は板の間に布団を並べただけの部屋で、同じ年頃の少年が10人ほど、体を寄せ合って眠っていました。はじめの半年は、毎晩、声を出さずに泣いていたそうです。谷の家が恋しくてたまらなかったのです。いろりの日の匂いが恋しく、川の音が恋しく、母親の縫い物の音が恋しかった。けれど、泣いていることを人に知られたくないので、布団を頭からかぶってじっとしていました。そのうちに泣かなくなりました。泣いているいとまがないほど仕事に追われるようになったからです。手はすぐに油と傷でゴツゴツになり、指の関節は太くなりました。それでも、新一さんはよく働きました。年に一度か二度、実家に少しばかりの金を送ることが、その頃の唯一の誇りでした。20代の半ばで結婚しました。相手は、同じ工場の事務をしていた、房子さんという方です。房子さんも、遠い土地から出てきた人でした。二人は、6畳と台所だけの小さな部屋で暮らし始め、そこで3人の子供を育てました。その3人を育てるということが、新一さんの人生のほとんどすべてになりました。夜勤を増やし、休みの日にも別の仕事をし、雨の日も熱のある日も、新一さんは働き続けました。3人の子供に自分が受けられなかった学校教育を受けさせたかったのです。泡や冷えではなく、白い米を食べさせたかったのです。そのために、新一さんは自分のものを何一つ買いませんでした。そして、その間に、故郷は遠くなっていきました。帰ろうと思わなかったわけではありません。何度も思いました。けれど、帰るには汽車代がかかります。土産も持たずに帰るわけにもいきません。休みを取れば、その日の手取りが減ります。今年は無理だ、来年は行こう。そう思っているうちに、5年が過ぎ、10年が過ぎました。母親が亡くなったという知らせが届いたのは、新一さんが30を過ぎた頃でした。次男の子供が生まれてすぐの時期で、房子さんの体調もよくありませんでした。新一さんは葬式に行けませんでした。父親が亡くなったのはその4年後です。その時は何とか駆けつけました。けれど、新一さんが谷に着いたのは日が入った後でした。父親の顔を最後に見ることはできませんでした。そしてその時が新一さんが故郷の土を踏んだ最後になりました。なぜならその数年後にあの谷にダムが作られることが決まったからです。17軒の家はすべて立ち退きになりました。長男の家族も村を出て隣の県に移りました。段々の畑も炭焼きの小屋も学校へ続く川沿いの道も母親が握り飯を渡してくれた台所も父親が肩を叩いた橋もすべて水の下に沈みました。新一さんはその水を見に行くことすらしませんでした。見に行けば認めることになる気がしたからです。もう帰る場所はないのだと。自分はあの朝振り返らずに橋を渡った15の少年のままどこにも戻れなくなってしまったのだと。だから新一さんは故郷の話をしなくなりました。
子供たちにもほとんど話していません。3人の子供は大人になってから父の生まれた村がダムに沈んだことを親戚から聞いて知ったそうです。新一さんはその代わりに都会での暮らしをしっかりと固めることに専念しました。40代で小さな家を買い、50代で3人の子供を次々に送り出し、60で工場を辞めましたら。その後は地域の世話役を長く引き受け、朝の掃除や子供の見守りに立ちました。人からは真面目で頼もしい人だと言われていました。けれど、新一さんは自分の中にずっと同じ穴が開いていることを知っていました。房子さんが亡くなったのは、新一さんが78の時でした。それからの10年余り、新一さんは一人で暮らしました。子供たちは近くにいましたが、それぞれの家庭があります。新一さんは、迷惑をかけたくないという一心で、できることは何でも自分でやりました。買い物も、洗濯も、庭の手入れも、全部自分でやっていました。その体が少しずつ効かなくなり、89の時に施設に入りました。その頃の新一さんは、周りの人にとても厳しくなっていたそうです。世話をしてくれる人に強い言葉を言い、食事に文句をつけ、子供が顔を見せても、機嫌の悪いままでした。それは、新一さん自身が自分を許せていなかったからでした。母親の葬式に行かなかったこと、父親の顔を見られなかったこと、あの朝、振り返らずに歩いたこと、故郷が沈むのを見に行かなかったこと、90を過ぎた新一さんの中には、その4つがずっと沈んだままでした。年を取るほど、その重さは増していきました。人の助けを受けるのが辛かったのです。自分はもらう資格のない人間だと思っていたからです。そして91歳の冬の夜、新一さんの心臓が止まりました。14分後に新一さんは戻ってきました。その間に見たものを新一さんはこう話したそうです。はじめに感じたのは水の音でした。暗いところに浮かんでいると遠くからサラサラという音が近づいてくるのです。それが何の音なのか新一さんはすぐにわかりました。谷の底を流れていたあの川の音でした。80年近く一度も聞いていない音でした。それなのに、体のどこかがその音をずっと覚えていたのです。音のする方に行くと、いつの間にか足の裏に土の感触がありました。新一さんはあの村の道に立っていました。沈む前の村です。川べりの田んぼには水が張られ、山の斜面には段々の畑が並んでいます。空はまだ明るくて、夕方の少し前のような柔らかい光が田にいっぱいに満ちていました。石垣の上には名前を知っている草が生えていました。道の脇には子供の頃に何度も転んだあのくぼみまでありました。新一さんは家の方へ歩きました。歩きながら自分の足が丸くなっていることに気づきました。曲がっていた背中が伸びていて、手の関節も細くなっています。15の年の自分の体でした。家の前まで来ると戸が開いていました。中からいろりの火の匂いがしました。新一さんはそこで足が止まってしまったそうです。入る資格がないと思ったのです。母親の葬式に行かなかった自分が、父親の顔も見なかった自分が、この戸をくぐっていいはずがない。新一さんは、戸口の前で立ちすくんで、
体が震えてくるのを感じていました。その時、中から声がしました。しんちゃん、遅かったな。母親の声でした。80年近く聞いていない声が、まるで昨日まで聞いていたかのように、そこにありました。新一さんは、それでも動けませんでした。すると、奥から母親が出てきたのです。前掛けをつけたまま、手を拭きながら出てきて、新一さんの顔を見ました。そして、何でもないことのように、こう言いました。わよいり。ご飯、できとるよ。新一さんは、そこで泣き崩れてしまったそうです。80年間、自分を責め続けてきたことについて、母親は何一つ触れなかったのです。行かなかった葬式のことも、送れなかった仕送りのことも、書かなかった手紙のことも。母親はただ、ご飯ができていると言っただけでした。家の中に入ると、いろりのそばに父親が座っていました。若い頃の父親でした。何も言わずに火をかき混ぜています。新一さんが横に座ると、父親はちらりとこちらを見て、それから肩を一度だけ強く叩きました。橋のたもとで叩かれたのと同じ手つきでした。新一さんはその時に分かったと言います。父親はあの朝、新一さんを送り出したのではなかったのです。行ってこいと言って帰ってくるのを待つ約束をあの一度で交わしていたのです。振り返らなかったことを父親は責めていませんでした。ただ待っていただけでした。いろりのそばで母親が茶碗を出しました。中には白い米のご飯が入っていました。新一さんはそれを見てまた泣いたそうです。あの谷では白い米は年に何度かしか出ませんでした。子供の頃の新一さんはそれが食べたくていつも待っていました。そして都会に出てからはその白い米を自分ではなく子供たちに食べさせるために働き続けたのです。自分の分はいつも後回しでした。けれどその茶碗は新一さんの前に置かれていました。あんたの分やで、と母親は言いました。ずっと温めて待っとったんよ、と。新一さんはいろりの前に座って、そのご飯を食べました。その時のことを新一さんはこんな風に話したそうです。体の中に開いていた穴が塞がっていく感じがした。80年分の寒さがゆっくり抜けていくのがわかった。ああ、自分はここへ帰ってくるためにあれだけ働いてきたのか、と思った。戸の外に目をやると、谷の光が少しずつ強くなっていました。田んぼの水が光り、山の稜線が柔らかくなり、川の音がだんだん大きくなっていきました。母親がふと立ち上がりました。そして、あの朝と同じように、竹の皮に包んだものを持ってきて、新一さんの手に乗せました。まだ、一遍もどらんならんよ。こらに言うことが残っとるやろ。新一さんは、首を横に振りました。もう帰りたくなかったのです。ここにいたかったのです。すると母親は、新一さんの手を両手で包んで、こう言ったそうです。大丈夫。ここは、なくならん。いつでも、ここにあるから。そこで、新一さんの記憶は途切れました。気がつくと、病室の天井が見えていました。医師や看護の人が動いている音がして、腕には管がつながっていました。新一さんは、しばらく天井を見つめたまま、動かなかったそうです。そして、その後の3日間、新一さんは、
それまでと全く違う人になっていました。まず、世話をしてくれる人たち一人一人に頭を下げて礼を言いました。長い間迷惑をかけたと名前を呼んで謝りました。食事にも文句を言わず、少しでも口に入れられた時には、美味しかったと伝えましたが、3人の子供が呼ばれて、順番に病室に来ました。新一さんは、それぞれに、生まれてから一度も言ったことのない話をしたそうです。自分が生まれた谷のこと、17軒の家のこと、川の音のこと、段々の畑のこと、母親が握り飯を持たせてくれた朝のこと、父親が橋のたもとで肩を叩いたこと、そしてその村が今は水の下にあるということ。子供たちは初めて父の生まれた土地の話を父の口から聞きました。長女の方は後になってこう話しています。父はずっと自分の話をしない人でした。それが最後の3日間だけ、まるで急いで荷物を渡すように、いろんなことを話してくれました、と。そして、新一さんは、3人に同じことを頼みました。自分が死んだら、あのダムの水を一度だけ見に行ってほしい。線香もいらない。花もいらない。ただ、水の上に立って、この下に父さんの家があったと思ってくれれば、それでいい。3日目の夜、新一さんの呼吸が浅くなりました。長女の方が手を握ったとき、新一さんは、うっすらと目を開けたそうです。そして、はっきりした声で、こう言いました。心配せんでええ。死ぬのは、故郷に帰ることだった。それが、新一さんの最後の言葉でした。ここまでお話ししてきて、どうしても伝えておきたいことがあります。新一さんが見たものが、本当にあちらの世界なのかどうか、それを確かめる方法は、私たちにはありません。脳が最後に見せた光景なのかもしれません。長く抱えていた心の凝りが、形をとって現れたのかもしれません。けれど、私はこう思うのです。たとえそれが、新一さん自身の心が作り出したものだったとしても、その心を作ったのは、あの谷でしたらす。いろりの火の匂いと、川の音と、母親の声と、父親の手の重さ。それらは、80年経っても、新一さんの体の奥に、消えずに残っていました。新一さんは、それを忘れたつもりで生きていましたが、忘れてなどいなかったのです。故郷というのは、地図の上の場所ではないのだと思います。新一さんの村は、水の下に沈みました。家もなく、道もなく、訪ねていくことすらできません。それでも、新一さんは、ちゃんと帰りました。帰る場所は、外にあったのではなく、新一さんの中に、初めからあったからです。そしてもう一つ。新一さんがあちらで責められなかったということ。これが新一さんの最後の3日間をあんなにも穏やかなものにしました。80年間、新一さんは自分を許していませんでした。葬式に行けなかったこと、顔を見られなかったこと、振り返らずに歩いたこと、そのすべてを自分の落ち度として抱えていました。けれど、待っていた側は、そんな風には思っていなかったのです。母親は、ただ、ご飯を温めていました。父親は、ただ、待っていました。新一さんが立派になったかどうかも、いくら送ったかも、何度帰ったかも、そこでは問われませんでした。帰ってきた。それだけで十分だったのです。もしかすると、今このお話を聞いている方の中にも、
同じものを抱えている方がおられるかもしれません。間に合わなかった見送りのこと、言えなかった言葉のこと、もっと変えるべきだったという後悔、忙しさを言い訳にしてしまった年月のことを、そういうものを胸の奥に沈めたまま、それでも毎日を働いて生きてきた方がたくさんおられるはずです。そういう方に、新一さんの話をそのまま渡したいのです。あなたを待っている人は多分、あなたが思っているほどあなたを責めていません。あの日行けなかったことより、あなたが今日までちゃんと生きてきたことを見ています。あなたが誰かを食べさせるために働いた年月をあなた以上によく知っています。だから、あなたが最後にそこへたどり着いたとき、出てくる言葉は、責める言葉ではないと思うのです。多分、ただ、こう言われるだけです。遅かったな。わよいり。新一さんが亡くなった後、3人の子供は、約束を果たしに行きました。秋の風の強い日だったそうです。3人でダムの包みの上に立って、下に広がる水を見下ろしました。深い緑色の水が風で細かく波立っていました。その下に村があるとはどうしても思えない静かな水面でした。けれど長男の方がこんなことを話しています。しばらく黙って立っていたら、風の音の向こうに川の流れる音が聞こえたような気がした。ダムの水は流れていないから、そんな音がするはずはない。それでも聞こえた気がしたと。そしてその方は水に向かって初めて口に出したそうです。父さん、着いたか、と。風はそのまま谷を抜けていきました。今日というこの日を、あなたもいろいろなものを抱えたまま生きておられると思います。若い頃に置いてきたもの、間に合わなかったもの、もう戻らないもの。それを全部一人で背負ってここまで来られたのだと思います。その背中を見ていた人がいます。もう会えない人たちがちゃんと見ていました。だからあまり自分を責めずに今日のご飯を温かいうちに食べてください。あなたの分の茶碗はずっと温められて待っています。いつかその日が来たとき、あなたもきっと同じことを思うのだろうと思います。ああ、これは帰ってきたのだ、と。今日という一日があなたにとって穏やかな一日になりますように。